こちらのお部屋をホテルのような空間にするために、今回はフロアタイルを使って DIY していきます。完成したお部屋がこちら。床の色を茶色からグレーにすることで、モダンでホテルライクなお部屋へと生まれ変わります。以前の動画ではマスキングテープを使って幅木の色を変えました。もし幅木の色を変えたい方は、フロアタイルを敷く前にやることをおすすめします。グレーのフロアタイルを置いていくにあたって、幅木を茶色から白にすることで、このように統一感が生まれます。マスキングテープの貼り方が気になる方は、概要欄に URL を貼っておくので、ぜひご覧ください。では、本題に戻ります。今回使用する道具は、定規、カッターナイフ、カッティングボード、そしてフロアタイルです。置くだけでいいので、賃貸にぴったり。裏面は滑り止めがついているので、床にピタッと吸着してくれます。フロアタイルは楽天で購入。2種類のシリーズを見つけました。どちらも無料でサンプルを取り寄せることができます。購入前に実際の色味や質感を見られるっていいですよね。ソルムのピュータグレーに決めました。この中にタイルが入っているのですが、かなり重いです。1箱およそ27キロもあるそう。タイルを敷く前に、配置方法を決めます。ヘリンボーンやバスケットウィーブなどの敷き方があるようですが、簡単かつ綺麗に見えるレンガ式にします。レンガ式の良さは、初心者でも簡単にできることと、タイルを無駄にすることなく使用できることです。これから何十枚ものタイルを切ることになるので、まず切り方のコツをお伝えします。まずは NG な切り方。女性でも簡単に切れると書いてあったのですが、100均のカッターを使っているからか、結構切るのが難しかったです。力いっぱい切ると手を痛めるので要注意。続いておすすめの切り方です。あまり力を入れずに切れるので女性にもおすすめ。しっかり定規を当てて、手には力を入れずに下書きした部分を切っていきます。続いてもう一つ大切なことをお伝えします。タイルの置き方のコツです。1、一番きれいに見せたいところから始める。2、なるべくカットが少なく済む場所を選ぶ。どこからタイルを敷くかによってきれいかつ楽にできるかが決まります。置き方のコツを踏まえて、ここを基準に置いていこうと思います。ここならお部屋の真ん中あたりで人目につくので、一番きれいに仕上げたい場所でもあり、タイルのカットも極力減らすことができます。では先ほどお伝えした箇所を基準に作業していきます。タイルを置いていく前に、掃除機で床をきれいにしてからスタートです。
少しでもずれると噛み合わないので、定規を使って丁寧に進めていきます。印をつけたところを定規とカッターを使って切っていきます。この時は手にものすごい力を入れて精一杯切ろうとしていたので、1回でかなり体力消耗していました。先ほどご紹介したコツ通りやると、およそ30回切り込みを入れるので時間はかかりますが、圧倒的に手が楽になりました。きちんとカットできていたのでぴったり収まって一安心。さあどんどん敷いていきます。ちゃんと長さを測って正しく下書きします。この部分はカットする箇所が1箇所なので楽です。特に難しかったのは穴の部分や1枚のタイルで何箇所か切らないといけない場合です。このような箇所はどこかずれると全てが噛み合わなくなるので、慎重に作業していきます。バシッとはまるととっても気持ちいいんです。今回素手で作業していますが、カッターの刃から指を守ってくれる防波手袋があるそうなので、それを使うとより安心して作業できるなと思いました。ある程度繊維が切れたら手でパキッとします。はまりそうではまらない。手直ししていきます。実はこのフロアタイル、床暖房のお部屋には使用できないそうなのでご注意ください。途中経過です。まだ半分しか置けていないですが、すでにお部屋が美しいです。完成が楽しみ。おはようございます。作業2日目です。1日でできると思っていたら、昨日の作業開始が遅めだったのと、思ったより時間がかかってしまったので、2日目に突入。今日もどんどん敷き詰めていきます。置くだけでいいってとっても楽です。敷いていくと必ず端に直面しますよね。このような場合はタイルを端に寄せて置きます。その上に敷いていたタイルを乗せます。ここでずれないように気をつけてくださいね。そして線を引いて切るだけです。ここで切ったものを次の列の始めに使用します。ゴールが見えてきました。タイルを渡してもらってどんどん敷いていきます。役割分担大事です。だんだん慣れてきました。最初は私も切っていたのですが、途中から役割分担することに。主に私が下書きをしてカッティングをお願いしました。見てください。無事完成しました。
大きな家具は配置換えすることがないので、見える部分だけ敷きました。今回1箱18枚入りを9セット購入し、リビング&ダイニング、洋室、寝室、キッチンまで敷けました。棚やベッド、家具で隠せるところは敷いていないので、お部屋全体に敷くとなると足りませんが、見えない部分なので OK です。ちょっと大変ですが、格段におしゃれになるので、よければやってみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。